こんにちは。今日は軽くて少し柔らかめの糸を使ってネット編みのプルオーバーを作っていきます。作り方はシンプルです。まず長方形を作ります。この長方形の始まりはリブ編みでスタートします。リブ編みからスタートする方が簡単に作ることができます。こんな感じで編んでいって、こんな感じで模様を編んでいきます。この方が簡単に編むことができます。これを4枚。まずこの2枚を、これが前、後ろ身ごろ、肩の部分を縫い合わせます。次に横に袖を縫い合わせて、これでセーターの形にします。この長方形ができると大丈夫だと思います。模様はこんな感じで四角と少し広めの四角、これを組み合わせて編んでいきます。糸はこの2色。これはダイソーさんのシェノン、色はパウダーグリーン。材質はポリエステルとアクリルとウール。使用界隈の目安は5から6。35g で約95メートル。こっちも同じくダイソーさんでフラッフィーのソフトグリーン。35g で約107メートル。材質はアクリル。使用界隈の目安は7号。これとこれを使ってこんな感じで編んでいきます。針は7号と10号。このリブ編みの部分を7号。こっちを10号で編んでいきます。この糸の太さはこっちは少し起毛していて柔らかな感じです。太さはだいたい 2.5 ミリぐらい。こっちはツルツルとしています。同じような材質で作っても大丈夫です。で、好みの色で編んでみてください。これは2ミリぐらい。私の場合はこの糸を使って編んでいきます。あとはマーカーととじ針。よかったら作ってみてください。その際は高評価と登録とベルマークをオンにしてください。ベルマークをオンにすると動画を公開した時にすぐお知らせが届きます。ぜひベルマークをオンにしてください。もう一度作り方について説明します。まずご自身のサイズに合わせて横幅を決めます。この長さは好みの長さ。まずリブ編みをしていきます。次にこの向きに模様編み。こう編んでこう。最初にこのリブ編みをする方が最後にリブ編みをするよりも簡単に作ることができます。なので今回はこういう感じで長方形を4枚。これは前身ごろ、後ろ身ごろ、同じサイズで作ります。で、その後に肩を縫います。で、その後にちょっと細長い長方形を2枚。これをまた縫い合わせて、で、セーターの形にします。この長方形が作れたら、あとは大丈夫だと思います。
まず最初にすることは、この横幅を決めます。前身ごろや後ろ身ごろのこの幅、これはご自身のサイズに合わせて、長さは好みの長さ。この横幅は、私は女性ものの L サイズで約50センチ、LL で55センチ、M で46センチ、S で42センチぐらいが目安になると思います。これはお好みで、もっと幅を広くしたり狭くしても大丈夫です。ずっと幅を広めで丈を短めにしてもとても可愛く出来上がると思います。で、次はこの横幅の鎖の数について、これはここから編んでいくので決め方は少し変わっています。まずこの作りたい横幅の分、私は50センチ分鎖を編んでいきます。で、この部分を編む太い方の針、これで作りたい幅の長さ、私は鎖を50センチ編んでいきます。この鎖はゆったりではなくて普通ぐらいで編んでいきます。鎖を50センチ編んできました。これが作りたい横幅の長さになるんですが、この模様は少し縮むので、それも含めて考えます。なので、この鎖をあと 1.1 から 1.2 長くします。私は今50センチ。あと10センチ長くして60センチにします。それで 1.2 倍。1.1 から 1.2 にします。私は60センチ。で、この60センチに何個この模様ができるかを考えていきます。この模様は6の倍数プラス2。6の倍数でできています。なので、今編んだこの鎖に6の模様が何個入るかを考えます。6の倍数プラス2に当てはめます。ちょっとほどいたりして、ちょうど6の倍数プラス2になるようにします。で、この鎖の数を数えます。この鎖の数が最初のリブ編みに必要な段数になります。鎖の数とこの段数が同じ数になるようにします。私は鎖が74。74で6の倍数プラス2。このリブ編みも74段編んでいきます。こんな感じで74段。次はこのリブ編みの編み方について、次はリブ編みをしていきます。私は細編み6個で編んでいます。細編み6個で約 3.5 センチ。これは好みでもっと長くしても大丈夫です。私は細編み6個。ここから始めます。で、針は細い方、鎖編みをしていきます。私は鎖を6個。この鎖は普通ぐらいで編んでいきます。これで鎖6個。次は細編みをしていきます。細編みをするので、鎖をもう一つ。一つ戻って二つ目に細編み。この時は表ではなくて、裏返して、この糸が盛り上がっているところ、ここに細編みをする方が
後で閉じ合わせやすくなっています。なので今回は裏に針を入れます。で後で、分かりにくくなりそうだったらマーカー、次も細編み、一つに一つずつ細編みをしていきます。これで細編み6個。次も細編みをしていきます。鎖1つ、裏返します。で、まずこの端の細編みに細編み。普段は2本の糸の下に細編みをするんですが、今回はこの2本見えるうちの向こう側1本、これで細編みをしていきます。次もこんな感じで筋ができます。これが端の細編み。端の細編みだけ2本の糸の下、2本あって、その下、端だけ2本。で次また同じ鎖1つで裏返して、また1本の糸の下、まずこの細編み、端だけ2本の糸の下、この方が綺麗に出来上がります。これを繰り返していきます。鎖1つ、また根元の細編みに細編み、これを必要な段数編んでいきます。必要な数だけ編んできました。次はここに細編みで、針はまだ細い方、細編みなので鎖1つで、根元のこの細編みに細編み1つ、ここ一応マーカーで、次から1つずつで、ここには山のように見えるところ、この端のここ少しくぼんでいるところ、ここに細編みをします。山の端、次は
このくぼんでいるところ、山と山の間の谷に見えるところ、次はここ。この谷の部分、ここでもいいんですが、もし目立つようであれば、ここに入れてもいいと思います。この方が目立ちにくくなっています。この部分で、ここから山、谷、山、谷と編んでいきます。これで一つに一つずつ端まで編んでいきます。端まで来ました。最後の山に最後の細編み。これで必要な細編みの数になったと思います。次はこの部分、長編みの四角で、ここで針を変えます。でまず鎖3つ長編みで始めます。1、2、3、裏返します。隣に長編み。これで鎖3つと長編み1つ。次はこの四角、鎖1つ、足元1つ飛ばして2つ目に長編み。次はこの少し広い四角、鎖2つ、1、2、足元2つ飛ばして3つ目。で、この長編みは2つ連続。すぐ隣に長編み。で、こんな感じで繰り返していきます。次はここ。鎖1つ、1、2、長編みは2つ連続。またこれで端まで編んでいきます。ここまで編んでいきます。端まで来ました。端は長編み2つ。ただここで糸を変える場合は、最後の長編みを少し戻ります。で、新しい糸。
このまま同じ糸で編む場合にはずっと同じ。長編みで終わって鎖3つ。糸を変える場合は少し戻って新しい糸で引き抜きます。この糸端は後で始末したいので少し長めに残しておきます。で、新しい糸で引き抜きます。これで糸が変わりました。次も同じように鎖3つで始めます。1、2、3。ここで長い方の糸が必要なくなったら切っておきます。これも少し長めに残しておきます。で、これがほどけやすくなっていたらちょっと引き締めて軽く結んでおきます。後で脇を閉じ合わせてからこの糸端を隠していきたいと思います。で、鎖3つ編んで裏返して下と同じように編んでいきます。まず隣に長編み、鎖2つ、長編みの上に長編み、下と模様が合うようにしていきます。これで端まで編んでいきます。2段目の端まで来ました。最後も鎖の上に長編み、鎖の下から数えて3つ目、1、2、3。これで2段目が終わりました。次は3段目。同じ糸で編んでいこうと思います。1、2、3。また下と同じ模様で編んでいきます。で、また端まで編んでいきます。端では色を変えようかと思っています。端まで来ました。端の鎖の下から3つ目。最後の長編み。で、ここで長編みを完成させてしまわずに、次の糸で引き抜きます。これで糸が変わりました。またさっきと同じ鎖3つ裏返します。これで糸が変わりました。で、私はこんな感じで濃い方を1段、薄い緑を2段と3段、こっちも3段、2段、3段と2段を繰り返して編んでいきます。これはお好みです。ただ、前身ごろと後ろ身ごろ、同じように編んでいきます。これでしばらく編んでいきます。前身ごろと後ろ身ごろを編んできました。前身ごろは約
50センチ。後ろは2段長くしていて、約54センチ。少し後ろを長くしています。次は、前身頃の襟ぐりを作っていきます。こっちで見ると、こんな感じで、今、この状態。この上に台形を作っていきます。こんな感じで作っていきます。まず、マーカーをつけます。マーカーは、私の場合は、端から15、真ん中は20センチ、15センチ。これはちょっと広めの襟ぐりになります。ちなみに私の場合は、鎖22、28、22。こんな感覚で襟ぐりを作っていきます。これは狭いのが好きな方はもう少し狭くして始めていきます。表と裏を確認します。あまり目立たないんですが、この細編みが表の方を表にします。こっちが表、こっちは裏。で、身ごろを編んで、この襟ぐりを作るとき、私はこの台形の部分を四角3段編みました。最後に細編み1段。この細編みを表にします。ここが表で、こっちも表。表と表を揃うようにします。で、私はこの3段で約5センチ。お好みや糸の太さによって変わってきますが、最後は表にします。それと、この襟ぐりの部分を作る前のこの身ごろの長さについて、私はこれで50センチ。前身ごろと後ろ身ごろは少し長さが変わっています。こっちが後ろ身ごろで、前身ごろよりも2段長くなっています。2段で、私の場合は約3センチ。前身ごろと後ろ身ごろは3センチの差があります。糸が出ているところから続けて編んでいきます。ここはずっとまっすぐ。こっちの襟ぐりに当たる方は少し斜めに編んでいきます。こっちはまっすぐ。こっちは少し斜め。ここはまっすぐなので今までと同じ。また四角。このままマーカーの手前まで編んでいきます。マーカーの手前まで来ました。ここでは少し斜めにしたいので、マーカーのところとその手前を一つにします。こことここを一つにします。それまでは今までと同じ。なので、ここには四角。次にここに長編み。その長編みを長編みの途中まで。長編みを完成させてしまわずに未完成の長編み。次も未完成の長編み。このマーカーをつけた鎖になります。
これはマーカーをつけた位置によって針を入れる場所は違ってきます。同じ考え方で最後未完成の長編みにすると大丈夫です。これで未完成の長編み2つ一度に引き抜きます。これで斜めのラインができました。で、次また同じようにこの部分を斜めにします。鎖2つ。この鎖2つは未完成の長編みの代わりです。裏返して、次も未完成の長編み。次はこの四角の真ん中。これで未完成の長編み。一度に引き抜いて、2つが1つになりました。今、2つを1つにしたところにマーカーをつけておきます。次からは今までと同じ長編みの上に長編み。これで端まで編んでいきます。端まで編んだら、私は糸を変えます。この糸に変えて、またここまで編んできます。3段目の端まで来ました。3段目の端は、このマーカーのところとその手前で一つにします。まず、長編みの途中。マーカーのところも、長編みの途中。これを一度に引き抜きます。私はここで糸を変えたいので、新しい糸で引き抜きます。これで糸が変わりました。で、私はこの3段で終わりにして、最後に細編みを1段編んでいきます。細編みは全部一つに一つ。鎖一つ。この状態は裏が上になっています。次の細編みを編むときに裏返して、この細編みは表が上の状態で編んでいきます。今、表が上。最後の細編みは表で終わりにします。一つに一つずつ。この四角には細編み2つ。この中に針を入れて細編み。長編みの上は長編み。細編み。端にも細編み1つ。この糸端は少し長めに残しておきます。で、肩を縫うときに使えるので、この縫う部分の2倍から3倍残しておきます。
次は反対側。前身頃のもう片方を編んでいきます。さっき始めたのと同じ向きから編んでいきます。で、新しい糸、マーカーのところ、で、こことここで2つを1つにします。まず、鎖2つ。1、2。次は、隣の鎖。未完成の長編み。これで鎖2つと未完成の長編み1つ。引き抜いて、三角。次は鎖1つ、この分の鎖1つで、今までと同じ。このまま端まで編んで、でまたこっちに戻ってきます。2段目の端まで来ました。こことここを1つにします。まずここ。次はマーカーのところ。これを一度に引き抜きます。私は次で色を変えたいので、新しい糸で引き抜きます。これで糸が変わりました。で、鎖2つ。1、2。で、ここに未完成の長編み。一度に引き抜いて、これで斜めのラインができました。次から今までと全く同じ。で、端まで同じ模様を続けます。次は最後にこの細編み1段で編んでいきます。で、最後にまた少し長めに糸を残してで切ります。次は後ろ身ごろにマーカーをつけます。後ろ身ごろは前身ごろよりも2段高くなっています。この数だけマーカーを外側にずらします。前はここ、後ろはこの数だけ外側に1、2ずらします。こっちもこの数と同じだけずらします。ここをもし4段変えているときには、ここを4つ外側にずらします。こっちも4つ。そうすると数が揃います。今、前身ごろは終わっています。後ろ身ごろはここからスタートします。この段からここと同じように始めます。こっちもこの段を作ります。私はここから糸が出ているので、新しい糸で続けていきます。ここは今までと同じ。で、このままマーカーのところまで。ここでまた2つを1つにして斜めの形にします。減らし方は
こと同じです。後ろ身ごろも出来上がりました。2枚を重ねて肩を縫い合わせます。今、内側が表の状態。こっちは裏。端から縫い合わせていきます。この2本の糸の下。で合わせていきます。今、ここから糸が出ていて、向こう側。もう一度。隣。こんな感じで縫い合わせていきます。このまま端まで縫い合わせていきます。端まで縫ってきました。端では2回。で、ここに糸があるので、ここと結んでおきたいと思います。あとはここに隠していきます。反対側も同じように縫い合わせます。次は襟ぐにを編んでいきます。細編みで何周か編んでいきます。今、表が上になっています。こっちが前身ごろ、こっちが後ろ身ごろ。ここが縫い合わせたところ。この両端には細編みがあります。こちら側の細編みに針を入れて糸を出します。で、この針は細い方。新しい糸。私はこの濃い方の色で編んでいきます。鎖一つ、細編み。これは一つ目。次は長編み。この長編みに細編み2つ。まず一つ目。糸端は編みくるめそうだったら編みくるんでいきます。次は2つ目。
次もこの長編みに2つ、次も2つ、もう一つ、これでここに2つ、次はここが角になっていて、ここから正面の部分、この角につけたマーカー、ここは編まないでスキップしてこっち編んでいきます。ここはスキップして、次はこの四角の真ん中、ここに鎖が1つあります。ここに細編み1つで、その時はここに針を入れないで、この下、ここに針を入れて細編みで、次はこの長編みの上、次はこの少し大きな四角、ここには2つ、鎖が2つあるので細編みも2つ、こんな感じで編んでいきます。で、ここではまたこのマーカーをつけた角の部分、ここには編まないでスキップして次の長編み、この長編みには2つ、次も2つで、合わせたところは細編み1つ1つで、また次も一つ一つ編んでいきます。で、一周編んでスタート地点まで来ました。最初の細編みに引き抜きます。これがえりぐりの1周目。いきます。鎖1つ、根元に細編み、次も細編み、全部一つに一つの細編みをしていきます。このマーカーのところも全部一つに一つずつ、このまま一周します。細編みを2周3周と編んできました。私はこれぐらいにして終わろうかと思っています。私はこの3周で約 1.2 ミリぐらい、これぐらいで終わりにします。これが最後の細編み。最後の細編みから糸を抜きます。で、針で始末するので少し長めに糸を残して切ります。最後の細編みから糸を抜きます。で、とじ針。これが一つ目の細編み。一つ目の細編みの隣に針を入れます。1、2、2つ目に
手前から針を入れます。これが最後の細編み。最後の細編みの上から針を入れます。で、この下の細編みも通ります。裏に出します。あとは大きさを揃えます。で、ほどけないように隠します。次は袖を作ります。袖は袖口が狭くなるように作ります。作り方は身ごろの時と同じです。リブ編みをしてこの向きに編んでいきます。袖も同じこの向きに編んで同じように作るんですが、ただこの幅だけ違っています。で、幅を決めていきます。で、袖の幅の決め方はこことここを別に考えます。この部分とこの部分別々に考えて、まずこの部分からで、この幅は作りたい袖の幅、女性ものであれば35から40センチぐらいで大丈夫かと思います。で、さっき編んだ身ごろを持ってきます。ここにメジャーを当てて作りたい袖の幅、私の場合は約37センチで、この範囲に何個模様があるかを数えます。この四角2つを数えていきます。これで1、2、3、4、5、6、7、8、9。私の場合はこの37センチに模様が9個。で、袖を作るときにも同じように模様を9個作ると同じ幅になります。なので袖を37センチぐらいに作ることができます。次はこの部分について、これはこれは全く好みの長さ。ご自身の腕に当ててみて好みの長さにします。ちょうどいいサイズ。これはこのリブ編みをしばらく編んで、これを腕に当ててみます。だいたい好みの長さになったら、で、ここでストップして、次にこの細編みを編んでいきます。で、これは偶数段にします。で、私の場合は長さ約19センチ。段数は30段。で、お体のサイズに合わせて好きな長さにします。で、この30段にさっき見た必要な模様編みの数、ここから糸を出してこの数に合わせます。
まず普通の細編みを1段、これは一つに一つの細編み、身ごろ編んだ時と同じです。一つに一つずつ。で、針は細い方。鎖一つで根元に細編み。さっきと同じです。次はこの山の部分。次は谷。で、このまま端まで編んでいきます。端まで来ました。最後の山に最後の細編み。これで細編みが終わりました。次は模様編み。針を変えます。まず鎖3つ。1、2、3。裏返します。で、次は長編み。ただここでは狭くして編んでいきたいので、鎖の根元に長編み。隣ではなくて同じところに編んで狭くしていきます。次は身ごろの時は四角。この足元一つ飛ばす四角。こちらでは足元を飛ばさずにすぐ長編み。鎖一つ編んですぐ隣に長編み。三角になりました。次はこの足元2つ飛ばした四角。またでも狭くしたいので鎖1つ。足元飛ばさないですぐ長編み。これで三角が2つ。こっちを編んだ時には鎖2つにしたんですが、こっちでは1つにしました。で、同じように編んでいきます。次は長編み2つ連続。こんな模様になりました。これで編んでいくとキュッと狭くなっていきます。これを必要なこの模様の数、これに合わせます。なので全部長編みをする時もあと一つ飛ばす必要がある時もあると思います。編みながら数を調節して、でちょうどいい数に合わせます。私はこんな感じで鎖一つ、四角の代わりの三角で、また鎖一つで四角の代わりの三角で、ところどころで足元を開けて、で数を合わせます。私はこれを模様9個作っていきます。この三角2つで1つの模様、1、2、これを9個この幅になるように作っていきます。このまま端まで調整しながら編んでいきます。端まで編んできました。模様9個分になっています。次は糸を変えます。最後の長編みを途中までにします。で、新しい糸で、最後は長編み2つになっています。糸を変えます。で、鎖3つ。
1、2、3で、必要のない糸を切っておきます。次はこの部分、鎖3つと長編み、で次は下の三角にどちらかを鎖2つ、どちらかを1つの四角にします。私はこの大きめの四角から編んでいきます。鎖2つで長編みの上に長編み、これで四角。次は鎖1つと四角、この長編みの上、これで四角ができました。こっちは鎖2つ、こっちは1つ。次は長編み、ここから身ごろの時と同じように編んでいきます。鎖2つ、四角、鎖1つ、四角、で長編み、また四角、こっちが鎖2つ、鎖1つ、こっちと同じようになっています。これで端まで編んでいきます。あとはずっと身ごろを編んだ時と同じ。端まで編んだら、鎖の下から3つ目、最後の長編み。で、また鎖3つで編んでいきます。で、必要なところで糸を変えます。で、これでしばらく編んでいきます。袖の部分も編んできました。この長さはご自身の腕の長さと、あと肩の幅と、それとこの身ごろの幅によって変わってくるので、仮に留めてみて、で実際に肩にかけてみて、好みの長さに調節します。もし長かったらここを少し短くしたり、もう少し長くしたり、ちょうど好みの長さにします。私の場合はこの長さを49センチ。私はちょっと腕が長いので、ちょっと調節して好みの長さにしてください。で、次はこれを縫い付けます。今、裏が上の状態。ここが裏で、こっちも裏。裏を上にして縫い付けていきます。で、この肩の縫い目を中心にして、同じ幅で、クリップとかで固定して、端から縫い合わせていきます。で、この糸端はで、ここから私はこことここを合わせます。
2回同じところに針を通して、ここを結んでおきます。であとは合わせていきます。こんな感じで大体で縫い合わせていきます。こっちまで、端まで来ました。端はもう一回ここの糸端と結んでおきます。であとは隠しておきます。次は脇を縫い合わせていきます。最後に脇を縫い合わせていきます。このエルビスみたいな状態の糸端は2回結んでほどけないようにしています。今表が上の状態で、裾から縫っていきます。で使う糸はこのリブ編みをした時の糸、これで縫っていきます。でまずこれを横から見てみます。でこの山の形を見ていきます。これはこうやって見るとこんな形になっています。こっちが裏で、こっちが表、裏で表、こういう形になっています。これと揃えるためにこっちが上、こっちが下、こんな感じでつないでいきます。なのでここに2本見えるうちのこっちは下の糸、2本見えるうちの下の糸をすくいます。このでこんな感じで、この下になる方は2本見えるうちの上の糸、こっちはこっち、こっちは下の方に針を入れて糸をすくっていきます。でまず端と端、表を上にした状態で端と端を合わせます。まずこことここ、端は2本の糸の下、ここからどこから入れても大丈夫です。反対側、こっちも2本の糸の下、
これで端と端がつながりました。もう一度向こう側、また2本の糸の下、今度はこの内側に出します。でここからさっき見たように、こちら側は下、こっちにも針を入れることができるんですが、こっちではなくてこっち側、まずこの端と次の鎖、こことここの間、これが端の鎖、ここの下の方、次は向こう側、向こうも端と次の鎖に見えるところ、こっちは上、こことここの間で上の糸、でまたこっちは下、次向こう、上の方、ここはで、ここはこれでリブ編みの部分が終わりました。でここに針を入れて裏に出します。次から裏を上にして縫い合わせていきます。裏返しました。今裏が上になっています。次から簡単に縫っていきます。段が揃うようにして、だいたいこの長編み一つに2回ぐらい、2回か3回ぐらいで縫っていこうかと思っています。まずこの細編みのところ、次はこっちとこっち、なるべく目立たないように縫い合わせていきます。この糸端は縫い終わってから隠していきます。同じ色の部分に隠していきます。
れで脇の下まで縫って、ここではしっかりとさせたいので2回ぐらい縫います。でまた袖のところ縫っていって、ここまで縫い合わせていきます。袖口まで縫ってきました。またここで裏返します。裏返して今表が上になっています。この細編みにもう一度針を入れて、でここからまたさっきのように合わせていきます。もう一度横から見て、で今こんな形なのでこっちを上にします。上の方は下の糸で、下になる方は上の糸で合わせていきます。最後は2本の糸の下、もう一度最後は2本の糸の下、こっちの端はここ、こっちの端はここ、あとは裏で隠します。でこの糸端もあと他の糸端も全部糸始末します。こんな感じに出来上がりました。袖は袖口を狭くしてふっくらとした形にしました。襟ぐりは広くて浅め、切るとこんな形になります。サイズを測りました。上から下まで56センチ、横幅50センチ、袖も50センチ、襟ぐりは
60センチ、袖口は9センチの 2.5 センチ、使った糸は 270g で、糸の玉でいうと、この薄い方が6玉、濃い方は3玉使いました。最後までご視聴ありがとうございました。